IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。曇天ですが IKEA の看板を見るだけで気持ちがワクワクします。今回は6月の新商品、可愛いのがたくさん登場しているので紹介していこうと思います。今 IKEA ではセールも行われていますし、配送キャンペーンもやってるのでお買い物のチャンスでございます。今回紹介するものは小物配送で買えるものになってますので、 IKEA 近くにないよって方もぜひチェックしてください。では行ってみましょう。前回紹介しきれなかったライラックカラーの新商品を紹介していきます。とその前にすいません、前回紹介したフレームなんですけども、めちゃくちゃ反響ありました。中身をね入れられてなかったので中身を入れたいと思います。こちらのなみなみのフレームなんですけども、すごくね可愛いですよね。何入れようか迷ったんですけども、ちょっとこの雑誌なんかね IKEA でちょっと前に配っててもらったんですよね。この中からちょっと切り取って飾りたいと思います。このフレームはアルミ製で質感もすごく綺麗ですし、お値段もお手頃なのでめちゃくちゃ押せます。前回すでに買えましたってコメントくださった方もいらっしゃってありがとうございます。裏はこんな風にネジで留めるようになっています。はい、また買えるかもですが、ちょっと一旦こんな感じで飾ってみましょう。私の部屋はシルバーのものってあんまりなかったんですけども、グレーっぽくなるので合いますよね。でちょっと光沢があるのも可愛いです。下に敷いてますのは IKEA のキッチンコーナーに売ってる水切りです。これもね最近買いましたはい、次はこちら、思ったより大きかったんですけどキャンドルホルダーです。ポコポコしたデザインが可愛いライラックカラーのキャンドルホルダーです。もう最初段ボール開けた時なんか武器みたいな出てきたなと思ったんですけど結構ね重量感もあります。前回紹介したボックスの蓋を土台にしてちょっとディスプレイを作ってみました。ホワイトとライラックの組み合わせってめっちゃ可愛いですね。こちらは子供部屋なんですけども、子供が紫推しなので紫のものがいろいろあるんですけども、こちらの紫のスツールも IKEA の商品です。続きましては鉢カバーです。他の国の IKEA ではちっちゃいサイズもね発売されてたんですけども、日本の IKEA ではライラックカラーはこの大きなサイズが出てました。ずっしり重たいんですけども、ちょっと軽くストライプ柄が入ってることで軽やかさがあっていいなと思いました。植物を入れるとこんな感じです。個人的にはこういう下にプラントスタンドみたいな台を置いた上に置くとより可愛いなと思いました。そういえばこの今真ん中に映ってるグラドムとトレイの組み合わせなんですけど、インスタで紹介したら200万再生ぐらいいきました。やっぱグラドム持ってる人が多いんですかね。はい、でこちらの鉢カバーはかなりずっしり重たいのでお持ち帰りの際はご注意ください。はい、こちらフリーザーバッグも新商品が何個か出ています。私はライラックカラーのを買いました。こちらのいいところはですね、もちろんデザインが可愛いところもそうなんですけども、はい可愛い。こちらのいいところなんですけども、サイズが1リットルサイズなんですよ。なので国際線の液体を入れるのに重宝します。しかも IKEA のはダブルチャックになってますので漏れにくくなっています。ここで最新情報なんですけども、 IKEA にはシティ店舗といって新宿、原宿、渋谷にある都心の店舗があるんですけども、そちらだけで買える限定の柄っていうのがまた新しく増えてました。店舗ごとに柄が違うんですけども、こちら新宿店ですね。地図モチーフになってるんですよ。めっちゃ可愛いですよね。もうめちゃくちゃお土産を意識した柄になってて、私はねちょっと全部欲しいなと思ってますけども、同じ色で同じ柄でこういうバッグも出てます。オンラインでも買えなくって店舗でしか買えないものになってますので、都会に行った際はぜひお土産にゲットしたい商品ですね。はい、ライラックシリーズもう一個いきます。こちらはスコーディスという有効ボードに使うアタッチメントみたいな感じなんですけども、クリップです。こ
子供部屋でスコーディスを使ってまして、このようにミッケという IKEA の学習机にちょっと工夫をして取り付けてます。取り付け方は詳しくは過去の動画で紹介しているんですけども、勉強机側に設置しているので壁などは無傷なので賃貸の方にもおすすめです。こちらの壁面収納を使うことで机の上はすっきり片付きやすいですし、でもしまい込むわけじゃないのでパッと取れてパッと押せるっていうのがすごく押せるポイントです。パープルのクリップもとても可愛いです。スコーディスはこのようなバスケットみたいなものとかトレイとかもいろいろアタッチメントが豊富にありまして、使用用途に合わせてカスタマイズできるのがいいところですよね。以前の動画で私が欲しいわこれはって言ってた新商品のダイニングチェアなんですけども、こちらのブラウンカラーが展示されてました。テーブルもセットで展示されてました。天板が厚みのあるツキータ仕様になってまして、すごく高級感がありました。しかもこちら広げられるタイプになっています。明るいベージュのカラーの方はですね、なぜかアウトレットコーナーの方に出てました。展示品がこちらに来たみたいでめちゃくちゃお買い得になってました。何度か紹介しているこちらのラタンのチェアと同じシリーズの商品がたくさん登場しています。もうほんとめちゃくちゃ可愛いんですよ。中でも比較的小物を購入してみました。こちらはウォールラックでございます。組み立てはすごい簡単なんですけど、若干時間はかかりましたね。難しくは全然ないです。こういう製品あるあるだと思うんですけども、製造工差が大きいっていうか、全体をゆるゆる組み立てて最後全体を締め付けていく感じですね。ラタンはこんな感じで結構細かく編まれている感じで綺麗ですよね。で今回ちょっと発見だったのは、ビスが入っている袋が紙になってました。今まではビニール袋だったんですけども、さすが IKEA ですね。紙の方がかえってこう扱いやすくていいですね、ユーザー的にも。組み立てをしながら他の商品を紹介しますけども、他にもですね、同シリーズでこのようなキャスター付きのワゴンのようなものやキャビネット、またデスクも、新発売しています。このワゴンめっちゃ可愛いですよね。いやもう買おうかなと思ったんですけど、このシリーズは特に思ったより大きいっていうのがあるんで次の投稿では実際にお店で実物を見た映像を紹介できたらなと思ってます。はい、伝わりますでしょうか。このようなサイズ感でございます。でどこに設置するかなんですけども、今回はこちらに設置してみようと思います。こちらの IKEA のミラーの下にですね、使う道具はこちらです。石膏ボード用のピンで簡単に設置することができました。これならお手軽ですよね。今セールで激安になっている999円のサイドテーブルの上に置いて、この高さで設置していこうと思います。石膏ボード用のピンを挿すときにこちらのジグがあるとすごく便利です。これは1回買うとずっと使えますので、めちゃくちゃいい商品です。はい、このようにブスッと挿すだけです。一旦様子見で上の2箇所だけ、固定してみました。どうでしょうか。ちょっと下のしましまの壁がうるさいのでちょっと後で外します。ここで座ってお化粧とかする場所にしてもいいかなと思ってます。はい、こんな感じです。インスタのストーリーズで紹介したら、白いクッションカバーがあったら可愛いかもとアドバイスいただきましたので、それもやってみました。やっぱ白が入ると可愛いですね。あとはやっぱフェイクグリーンですけど、ラタンとグリーン組み合わせて最高ですね。あとはおトイレの収納棚にしたりしても絶対可愛いと思いました。前回紹介したこちらのフェイクグリーンなんですけども、すごくお安くて可愛いですねってたくさんコメントや DM をいただきました。こういうフェイクグリーンって結構すぐ生産終了になることが多いので、ぜひ早めにゲットしてください。あとは6月24日までセールになっているこちらのレゴボックスを紹介します。うちはこの小さいサイズを子供が小物入れに使っています。中に紙留めを入れているみたいです。蓋がレゴになってて、あと窓の部分、横の四角い部分もですね、ちょっとレゴを組み合わせて遊ぶことができるようになってます。またレゴ自体も IKEA で売っていて、ホットドッグとか IKEA ならではのパーツが売っています。
次回はやっと日本にも入ってきましたスピーカーなど、その他新商品をたくさんご紹介していく予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。